今日はある本のご紹介をしたいと思います。じゃん。盆栽アートと言われる海外で発行されている本です。実はこの本の中に私の連載が、翻訳されて載っているらしいということで、最近お知り合いになった小林真紀子さんという、フリーで活動されている女性のライターの方がおられまして、その方から、直接、こちらの BA の本、送っていただきました。小林真紀子さんはおなじみ近代盆栽、近盆の海外盆栽だよりの翻訳をなさっていたり、東京盆栽クラブのジャパン盆栽でも活躍なさっておられます。2018年からこちらの盆栽アートの雑誌の方でも執筆なさっておりまして、私はなんかチャランポランですけど、同じ女性で盆栽を愛好して活動されている方と、ご縁があって、すごく刺激になって嬉しいことでした。これ私も見たらなんと私も8ページぐらい、私の連載を翻訳して、どなたかわからん掲載していただいておりまして、はい、ありがたいですね。はい、すごくびっくりしました。はい、で私だけじゃなくて、もちろん他の盆栽世界でとか近代盆栽さんとかで掲載されている盆栽園の方やプロの方の記事が翻訳されて載っています。以前イラストのお仕事をいただいて描いた、時世の心拍、龍吾の紙っていう絵があったんですよ。私もこちらのイラストを描かせていただいたんですけど、それもまんま利用していただいててすごい嬉しかったです。時世の心拍の特集なんかもこの回起用されてて、こういう盆栽アートとか海外の本っていうのは盆栽世界とか近代盆栽さんが版権をイタリアとかに販売して、それが二次版権として外国の盆栽誌に翻訳されてこういう出版されているそうで、その分ちょっとタイムラグがあるんだそうです。私もこれ書いたの2年前なので、こんな前のやつが使ってくださってるんだと思って身の引き締まる思いでした。もちろん私だけじゃなくて熊木園さんですとか、他にもプロの生産者の方ですとか雑誌に載っている作業とかお仕事が翻訳されて詳しく翻訳されて載っているみたいでした。しかも驚くなかれちょっと鼻で笑っちゃったほら昼間さんも載ってます。びっくり。はい、昼間さんの仕事も載ってまして、知らない間に世界デビューしておりました。記念になるからと言って送ってくださったんですよね。はい、小林さんありがとうございました。で懐かしいなとか思いながら見てたんですよ。こんなことも書いたなって、ちょっとこれは翻訳されてるからわかんないんですけど、こういう時期あったなとか思って、ちょうど接ぎ木のこともちょろっと書いてたんですよ。ちょっとねあんまりいい写真使ってなくて、これは反省やなと思うんです。前々回の動画で接ぎ木作業を撮影してみたんですけど、コメントでいろいろアドバイスなんかいただきまして、もうちょっと時期的にはギリギリかな、もう来月ぐらいになったら目もじくじく動き始めちゃうんで、もうギリギリだとは思うんですけど、そこら辺のコメントとかアドバイスいただいた上の、また今年最後の接ぎ木チャレンジやりたいと思います。ですね。で前回は接ぎ木のもう仙人と言われている方のやり方そっくり、マスターしようと思ってそのまま真似したんですけど、自分のやり方でね、もっといい方法というか確実な方法とかもちょっと考えながらちょっとカスタマイズしてやっていこうかなと。ね、接ぎ木テープも今回は前回はあえて使わなかったんですけど、今回使ってみようかなと。あと継ぎ穂を切り出すやつがちょっとナイフがいまいちやっぱり研いでも切れ味悪かったので、今回は医療用のメス使ってみようと思います。継ぎ穂はね、八つ房のこういう枝も用意してます。それで台木はですね、ここにあります。まだあるんかいって感じですけど、五葉松に五葉松を継いでみようかなと思ってます。はい、水につけておきましたので割と切り出しやすくなってるんじゃないかなと思います。で今回はこの
メス医療用ナイフを使います。でね、アップにしてできるだけ斜めに入るようにこのくらいの角度でサクッといきたいですね。これね、はい、なんていうんだ、もちろん続けて研ぎは練習しつつ、ちょっと、使い捨てのよく切れるものを用意しても、初心者でもできるんじゃないかなと思います。その前に後でビニールで覆いやすいように先に仕込んでおこうかなと思うんですけど、かぶせます。これは使い回せる結束テープっていうのが発見しまして、これね外せるみたいなんですよ。こういうやつなり針金で下の方を先に縛って、低いところで縛っておきます。でこうやっとけば後でビニールかなんかでかぶせる時に目に当たるわとかしなくていいので、そのままこうやればいいかなと思ったんで、先にこれやっとくといいかもしれない。ここにしようかな。できるだけ低いところに入れたいんで、はい、ちょっと横にずらして形成層同士がくっつくように多少左右どっちかに寄せると、いいですね。この時点でグラグラせずしっかり入ってれば大丈夫な気がする。そして針金ではい、ちょっと固定して、キュッと締めて、で次継ぎ木テープなんですけど、やっぱり1目とか2目とかこのくらいの継ぐ目数が少なかったら、これは巻きやすいですし、継いだところの水分も逃げにくくて成功率上がる。確かに成功率上がるからよく使われると思います。巻けるところは巻いていきたいと思います。はい、どっちかに寄せるっていうことですね。こんな感じでどんどんやっていかないとちょっと追いつかないな。もう一本いけそう。はい、これは3箇所継ぎました。でこのビニールありますので、これをこう持ち上げて、そしてここに水入れたスポンジありますので、これを適当に直接当たらないようにこう入れて、それでふわっと止めると、軽く閉じておくと、でこれで完成です。これは継ぎ穂が2つしかないので、継ぎ木テープもまだ巻きやすいので継ぎ木テープ使っていこうと思います。前回は、使い慣れない継ぎ木刀を使ったんですけど、今回はちょっと簡単にこう医療用のメス、切れ味のいいものを、使い捨てのものを使ってみました。そしてできるところは継ぎ木テープも巻いてみたりとかしましたけど、細かい目をたくさん継ぐ場合はやっぱこのテープはなかなか使いづらいので、できるところはやってっていう感じで、湿度の確保はこうビニールでまず覆って、水を含ましたスポンジなんかも一緒に入れて確保することにしました。ただ湿度が高すぎるとなんかここから菌が入って継ぎ穂が枯れちゃうということもあるそうなので、継いだところに直接この水がつかないようにとか、そういう注意は必要になるかと思いますが、当面これでやっていこうと思います。結果は5月6月ぐらいだと思うので、その結果を踏まえてまた改善ということをやっていこうと思います。はい、今日の継ぎ木チャレンジは、今シーズンの継ぎ木チャレンジはこれでおしまいです。